皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。いきなりだけど今日は Android でおすすめの電卓アプリを紹介するのだ。唐突が過ぎるわね。それにスマホ場で始めた頃ならまだしも、今さら電卓アプリに紹介することなんか残っているのかしら。この配信者は電卓アプリに対して使いやすいとか画期的とか毛ほども重視していないのだ。大事だと思っているのは正確な計算ができること。この視線でおすすめのアプリをピックアップしていきたいのだ。一言で言えば視点が偏っているってことかしら。あまり皆さんの参考にはならないかもしれないことを先にお断りしておくのだ。最初から視聴者さんを絞りに来たわね。ついでにあわよくば配信者の作成したアプリの説明もおいおい混ぜていきたいという魂胆なのだ。不純な動機をいきなり明かしていくタイプね。紹介するどのアプリも概要欄にリンクを貼っているので後ほどダウンロードしてみると良いのだ。それでは始めましょう。最初に紹介するのはキャミカリキュレーターなのだ。あら、このアプリは随分昔からあるアプリじゃない。それにものすごく普通の電卓に見えるわね。そうなのだ。その普通というのが実はとても大切なのだ。このアプリは電卓の基本のキーを完璧に抑えたうどんで言えばスドンと言えるのだ。そこはあなたなら餅で例えるところじゃない。電卓をうどんで例えるのは配信者くらいだわ。皆さんはエムダスルールというのを聞いたことはあるかな。計算の順番の話ね。そうなのだ。エムダス区切りとしてはキイ MD エースカッコ内類乗掛け算と割り算足し算と引き算の順番に計算しましょうというルールなのだ。当たり前だけれどほとんどのスマホアプリはこのルールに従っているわね。ちなみにこれは主にアメリカでの言い方でイギリスではボドマスというらしいよ。でキャミカリキュレーターのいいところはこのエムダスルールにまるで従っていないところなのだ。あらら、そんなことでいいの？このアプリは普通の市販電卓より具体的にはカシオの電卓を完全に再現したものなのだ。実を言うと配信者もこのアプリを使い倒しているけれどカシオの実物と異なる点はただの一つも見つけることができていない。あれどうしたの？ずんだもん。見つかったのだ。何が？台本を作り終わってスクリーンショットの撮影を始めたんだけどそこで実物との違いを見つけてしまったのだ。なんてこと？今さら？あなた相当長い間このアプリを使っていたじゃない。今見つかるなんてそんなことあるの？通常は行わない操作だったのだ。具体的には定数計算後演算子を変えて定数計算を繰り返すと答えが違ってくるのだ。どれどれ。あら、本当ね。実用上この動きが問題になることは皆無でしょう。こんな計算普通に使っていたらやらないのだ。それに違っているとは言えても間違っているとは言えないと配信者は考えるのだ。どういうことかしら？例えばシャープ式とカシオ式の違いとして分かりやすいパーセント計算を例にとってみるね。ふむふむ。 120+25% と入力した時の答えはシャープ式の場合150となるね。これは120の 25% 足はいくつかという計算として解釈される。だから120+120 かける 0.25 で120+30 となって150だね。入力のイメージとして違和感は少ないわね。次に同じ式を計算してもカシオ式だと答えは160になるね。違ってきちゃうのね。これは商品価格を例にして読み解くと原価が120円の商品を利益率 25% で販売した時の売価を求める計算として解釈されている。図で言うと画面のようになるね。決して間違っているわけではないのね。120の 25% 増しを求めたい時はカシオ式の場合は次のように入力するよ。120の 25% を求めてそれを足し込むイメージだね。間違っているのではなくて操作ルールが違うだけなのね。このように計算結果が異なっていたとしてもそれを間違っているとああいうことはできないのだ。この電卓アプリの仕様ではこのようになっているということだけはできるのだ。まあこの電卓アプリの場合はカシオ電卓と同じと歌ってしまっているのでちょっと援護射撃が苦しいのは
もずんだもん。この動画はこの後どうするの？本物の電卓と全く同じ動きをするアプリを紹介して、そこから話を組み立てていく流れだったじゃない。一番初めからプロットが崩れ去っているわよ。うぬぬ、今すぐ改めて Google プレイストアから電卓アプリを探し出してくるのだ。ちょっと待ってずんだもん。電卓で検索してこれだけしか出てこないの？数えても30個しかないわ。去年から PC 版プレイストアのレイアウト仕様が変わって上位30個しか表示されなくなっているのだ。新しくリリースしてこれからランキングを上げていこうというアプリは検索結果に出てこないってこと？鶏が先か卵が先か表示すらされないのに、どうやってランキングを上げていけばいいの？ほら、表示されないのは PC サイトだけで、スマホ版のストアならもっと表示されるし、広告を出稿すれば無理やりでも表示できるから。でも広告を出しても PC サイトの検索結果には表示されないし、むにゃむにゃ。急に歯切れが悪くなったわね。最近毎年公正取引委員会から iPhone や Android のアプリストアで不公平な扱いを受けていないかいというアンケートが来ているから、ご不満がある向きは熱い回答を返してあげるといいわね。なのだ。で、動画の話をこの後どうやって進めるの？うぬぬ、こうなったら奥の手を出してくるのだ。まだとても有名というわけではなくて、紹介記事も多くないのに、動きがとんでもなく正確なアプリを紹介するのだ。そんなとっておきがあったんじゃない？最初の原稿に載っていなかったのはどういう理由なの？正直アプリの出来が良すぎて紹介したくなかったのだ。今の段階でも完成度が高すぎて今後グイグイ伸びそうだから紹介したくなかったのだ。配信者は人間のクズっぽいわね。気を取り直していってみましょう。次に紹介するのは実務電卓なのだ。このアプリは割と新しいものね。昔からあって評価の高い実務電卓 C とはまた別なアプリなのね。そうなのだ。このアプリはカシオの電卓を再現したもので、先ほど挙げたような定数計算の違いもしっかりと乗り越えて本当の実物通りを実現しているのだ。アプリストアの中で実物通りの動きを実現してるアプリは驚くほど少なかったから相当な労作かしら。実物の電卓はカスタムチップで作成されているから、部外者の僕たちには中身の実装を覗き見ることすらできないのだ。実物通りの動きをさせようとするとひたすらにメコピーを頑張るしかないのだ。メコピー？それはどんな技術なの？よくゲーム業界で移植の時に用いられている言葉なのだ。元プログラムのソースコードを参照できない場合に現物の動きをしっかり観察して全く同じ動きをするように自分自身の方法で実装を考え出すのだ。技術じゃなくて根性のお話じゃない。ゲームの場合には何度も動かして観察してもう真似て書き直してメコピーするのだ。ただ中まで分解して調べているわけではないから、レアな秘密の動きがあった場合にはそれが観察できていないと真似できないのだ。さらに言うとどこまで行っても正確だという確証は持てないのだ。まさにデジタル才の河原。正直言ってアプリを作る側からしたら前の項目に挙げた手ムダスルールに従った計算を作る方が簡単と言えるのだ。計算用ライブラリもあるし、なんなら数式をそのまま計算してくれる処理も用意されているから、計算内容に踏み込まなくても一発で答えが得られるのだ。普通の電卓を普通に再現しようというのは実は相当に難しいことだと思っているよ。配信者のアプリもこの実務電卓に負けないくらい正確だと自負しているので、ぜひ一度お手に取ってみてほしいわね。ぜひよしなになのだ。ただ一点だけ、このアプリに限ったことではないけれど実物と異なる点が1点だけあるのだ。これだけやっているのにまだ何かあるの？どちらかというとアプリ側に起因することではなくて実物側の事情なんだけれど、具体的にはとても大きな桁数の引き算で特定のパターンの時にアプリでは桁落ちが発生しないという点が異なるのだ。実機では桁落ちが発生して近似値になってしまうけれど、アプリでは桁落ちせずに正確な値が得られるということなのね。正確側に倒れているし、本当に稀なパターンだから実用には影響はなさそうね。実物の電卓についてこの桁落ちを指摘されている方のブログへのリンクを概要欄に貼っておくね。その方の記事は毎回視点が精緻でとてもためになる内容なのだ。電卓アプリ作成者は絶対に読んでおくべきだね。
アプリなのだ。このアプリをうどんに例えると元祖〇〇うどんと言えるのだ。すでに例えに無理があるわね。おまけにアプリのスクリーンショットも手抜き気味だわ。スマートフォンの取扱説明書では半ページくらいしか触れられていないけれど、シャープオリジナルの電卓アプリは自社の電卓仕様に基づいた動作をするのだ。なんなら Android 最初期の au IS01、IS03 の電卓アプリでもシャープ仕様を完全再現していて、先ほど上がっていた桁落ちの件もしっかり実機通りに動作するよ。ここまで完全に実機と同じ動作をするのは世界でもシャープのアプリだけだよ。そんなことってあるの？計算機の正しい仕様はシャープ自身にしかわからないからね。先ほどのメコキーのように僕たち部外者にとってはどれだけのテストパターンを用意してもそれが本当に正しいのかは確信を持って言えないことが悩みなのだ。社内で実物の電卓と同じ動作継承を経て完成しているものだから安心感と信頼感が大きいね。ってあれ？また雲行きが怪しくなってきたわね。ずんだもん。スクリーンショットを撮ろうとしたけれど、なんか今のシャープ製スマホでは普通の Google 電卓が起動するのだ。メーカーオリジナル電卓は影も形も見当たらないのだ。また今になって気づいたの？台本を書くときにしっかり調べておかないからよ。待つのだ。こんな時にはマニュアルに当たるのだ。とりあえずソフトバンクのサポートページを見てみるのだ。ソフトバンクで販売されている機種に限るけれど、このサイトで実際の画面例を挙げて操作が説明されているから、ここでその他の機能、電卓を使う当たりを見比べてみるとダメなのだ。 Android 6、5近辺より新しい機種についてはメーカー純正電卓アプリは搭載されておらず、 Google 標準の電卓アプリがプリインストールされるようになっているのだ。それじゃあアプリをおすすめできていないじゃない。そもそもプリインストールだからストアからダウンロードすることもできないし、他の機種にコピーして使うこともできない。当時のシャープのスマートフォンを買った人しか手にすることができない限定アプリになるのね。できれば戻ってきてほしいけれど叶わない望みかもしれないのだ。日の当たらないユーザーに評価されにくいところに工数を割く余裕はどこにもないから仕方がないのかな。そういえばカシオスマートフォン純正の電卓アプリについて触れないのはなんでなの？カシオのスマホに実装されている電卓はよくあるスマホアプリのように数式入力タイプだったのだ。そのため操作が一般の電卓実機と全く異なるのでここでは触れることができないのだ。あらら、普通のアプリっぽくなっちゃっているのね。せっかく実機を持っている会社なのにちょっと惜しい気がするよね。次に紹介するのはメロディ80。カシオが1979年に発表した電卓 ML80 のエミュレータなのだ。以前ブログでも紹介していたわね。 ML80 自体マイナーすぎて誰も扱わないから、カシオ ML80 で Google 検索するとトップに来る記事になっているわ。40年以上前の機種だから仕方ないよね。このメロディ80も実機完全再現系のアプリだね。 ML80 は目覚まし時計、タイマー、ストップウォッチ、カレンダーに加えて音源機能を持っているよ。この広告では目覚ましで起きてカレンダーを見てゆで卵の時間をタイマーで測ってバス待ちの間に音楽演奏を楽しみおまけに計算までできちゃうよという訴求がされているね。ちょっと無理があるかもしれないけれど、何せ任天堂ゲームウォッチよりも前の時代の話だからとても牧歌的ね。ゲームウォッチもデジタル時計がついていることが売りの一つだったわよね。このメロディ80は ML80 の全ての機能を完璧に再現しているよ。起動するとまずは時計表示になるのだ。そこからデジタル時計を扱うようにストップウォッチや目覚まし機能を設定することができるよ。いい雰囲気ね。肝心の電卓として見るべき点はあるのかしら。実は大きな注目点は日付計算に対応している点だよ。年々も2桁から年月日として入力することが最近の機種との違いだね。最近の機種の日付計算は月日入力になっているからね。年まで入力しちゃうとウルー年の扱いが気になるわね。安心してください。この通り対応していますよ。あら、素晴らしいわね。ただ残念なことにキャミカリキュレータ
整数計算を繰り返した場合に実機と異なる結果になるね。キャミカリキュレーターと同じ結果が出るので、やっぱりここの実装は間違いやすい疑問みたいだね。2社とも同じように間違うなんて、もしかしたら当時のカシオ実機はこのような実装だったのかもしれないわね。ご存知の方がおられたらコメント欄で知らせていただけると助かるわ。あと先ほどの実務電卓と同様、このアプリもレアケース時の桁落ちの扱いが実機と異なるね。アプリでは桁落ちせず正しい結果が得られる方ね。その他ブログ記事ではタイマーや目覚まし機能を褒めていたけれど、残念ながらそれ以降 Android のセキュリティが厳しくなり、バックグラウンドからの通知に制限がかかるようになったのだ。あら、動作にはどういう影響があるのかしら。具体的には時間になったら画面上部に通知は表示されるけれど、アプリに切り替えないと通知音などが明動しない。つまりは本アプリがアップデートしてくれない限り、実質的にタイマー目覚まし機能を使えなくなっているのだ。あらあら、それじゃあこのメロディー80はもう役に立たないってこと？いやいや、電卓機能は実機を完全に再現しているし、キーオーカジのメロディオンも実機をサンプリングしたこれ以上ない本格派だよ。電卓で弾いてみたみたいな使い方は今も変わらず可能だよ。毎年 Android のセキュリティは厳しくなるから、アプリをリリース後そのままストアに置いておくことは難しくなるのね。僕たちも気をつけないといけないね。メロディー80の操作方法については概要欄にリンクを貼っておくわ。続いては関数電卓 SC995。 こちらも40年近く昔のカシオ FX995 のエミュレータだね。これはストア検索上位に常に位置するメジャーなアプリね。一度は見たことがある人も多いんじゃないかしら。関数電卓の入力方式には複数のタイプがあって、この SC995 は標準タイプを再現しているのだ。標準タイプの関数電卓は普通の一般電卓から徐々に進化して関数機能がついていった時代のものだね。残念ながらカシオ電卓の国内モデルでは標準タイプ関数電卓は FX260A を最後に廃盤になっているのね。そうなのだ。今入手しやすいのは Amazon の並行輸入で FX260 ソーラー2あたりになりそうだね。ただ FX260 シリーズは低価格モデルなので FX995 の完全な代わりにはならないね。具体的には N 進数を取り扱う奇数の指定モードがごっそり省略されているんだ。僕たちみたいなプログラム屋さんはちょっとしょんぼりしちゃうね。あとは価格計算用定数もないね。キー配置もちょっと使いにくいかも。思ったよりも機種ごとの違いが大きいので、それに実機の FX995 はシートタイプのキーだけれどアプリならばもっと押しやすそうね。そうなるとこの SC995 の存在意義は大きいわね。標準タイプの関数電卓の使い方は普通の電卓と同じ考え方でいいのだ。例えばサイン30度を計算する場合は30サインと入力するよ。画面に表示されている値に対して実行したい演算子を入力していけばそのままバシバシ答えが得られるのね。カッコを使えば別だけど普通の電卓と同じように標準タイプでは2つの値の計算しかできないのだ。だから複雑な計算をするときには人間が入力する順番を工夫してあげる必要があるよ。何しろ画面が1行しかないし普通の電卓と同じような7セグ表示だものね。切れ味のいいナイフみたいにズバズバ小回りが利くけれど、これで複雑な計算をするのは大変そうだわ。そこで次の進化、式通り入力タイプ、さらに近年になって自然表示タイプが現れたのだ。アプリではクラスウィズが相当するわね。カシオ純正でもう絶対に間違いがないアプリね。そうだね。このアプリは現行製品の関数電卓クラスウィズシリーズ旧モデルをそのまま実装しているのだ。そっくりではなくそのままだからカシオ以外には作ることのできないアプリだね。確証は持てないけれど液晶のコントラスト設定画面までそのままだから実機のハームウェアを使ったエミュレータっぽいね。最上位モデル FXJT900 の QR コード連携まで
スマホ内で完結できるんだから、こんなの化け物としか言いようがないよ。再現とかのレベルじゃなくて完全に本物だから、これ以上の機能を持つ関数電卓アプリを作るのはほぼ不可能と言っていいわね。それだけに起動から計算開始までのステップが少し多かったり、ちょっともっさり感があったり、ボタンが小さかったりと、使うには少しばかり覚悟がいるわね。できればキビキビ動く高性能タブレットで大きな画面で使いたいね。こちらは年間2000円のサブスクアプリになっているね。実物の FX JT900 が6000円くらいで買えてしまうことを考えると、荷物が1つ増えるけれどアプリより実物を買った方が満足度が高いかもしれないね。これはアプリが高いわけじゃなくて、明らかに実物の電卓が安すぎるのよ。それにいくらアプリが進化しても物理的にボタンを早打ちできる実物の電卓の良さは捨てられないことを示しているわね。電卓なんてアプリて済むよねは VS やっぱり実機が必要だよねはの戦いを、こんな高レベルの自社内天井決戦でやられたら、私たちみたいな弱小アプリ開発者は巻き添えで大怪我間違いなしね。この路線には近寄らない方がいいことが本能でわかるのだ。ここで標準タイプと自然表示タイプの入力方法の違いを確認してみたいのだ。ちょうど SC995 とクラスウィズで比べてみることができるわね。画面に挙げた三角関数の式を計算してみようか。まずクラスウィズ、機種は FX JT900 を使ってみるのだ。自然表示タイプでフルドット液晶だから、見たままの式を画面に入力できるのが心強いよね。どのキーを使えばいいかさえ覚えれば、なんとなくでも入力できちゃうわね。ただ実物の関数電卓だったらともかくスマホアプリ上なんだから、ボタンを使ってわざわざ縛りプレイをしている感じはあるわね。それは言いっこなしで頼むのだ。確かにスマホアプリ独自ならばもっといい入力方法がありそうだけれど、実機と同じ操作であれば迷いはないのだ。そもそもこのアプリの用途が学校教育現場用みたいだから、実機と同じ操作であることの方が重要なのね。では続けて SC995 での入力なんだけれど、まず式をどこから計算していくかを人間が考えてあげる必要があるよ。この場合サインのカッコの中身を先に片付ける必要があるわね。カッコ内ではルート2を入力した後に30との加算をイコールキーでしっかり確定しないといけないよ。そして求まったカッコ内の値をサインだね。数式全体を見て一つ一つ確実に計算を切り刻んでいくイメージね。そのような考え方だね。長くなっちゃうけれど、もう一つ別な式を挙げてみるね。まず計算結果の表示を SC995 に合わせるために、計算結果を小数で表示するように設定を切り替えるよ。そのままだと分数で表示されるためね。自然表示タイプはほとんど何も考えずに入力ができちゃうから、コメントすることがないね。さすがに歴史がある関数電卓だから入力方法はこなれているわね。気をつける必要があるとすれば入力カーソルの位置くらいかな。一見とっつきにくそうに見えるけれど、入力は本当に楽ね。こんなの絶対実機が欲しくなるよね。結果はこの通りね。 SD キーで小数点表示と分数表示を切り替えることができるね。では SC995 での入力を試そうか。まず8分の1を入力するね。ここでは8の逆数として入力しているけれど、普通に分数として入力してもいいよ。これを2乗するのね。続いてプラスキーを入れておいて、同じく12分の1を入力して2乗だね。ここでイコールキーを押してルート内の計算を完了する必要があるわね。最後にルートで完了だね。式からいきなり答えが表示される自然表示タイプより、ステップごとに結果が得られる標準入力方式の方が手に馴染む人もいそうね。どちらも捨てがたいよね。以上、電卓アプリの紹介いかがでしたか？おすすめとか言って全然普通のアプリを紹介しなかったじゃない。いやいや、ちょっと癖があるものも含まれていたけれど、どのアプリも自信を持って激推しおすすめなことに嘘偽りはないのだ。なんだか森で出会ったクマに生の鮭を激推しおすすめされている気分ね。この配信者の先行きが心配だけれど、よかったら時々見に来てほしいわ。チャンネル登録、高評価もできればお願いしたいのだ。それではまたお会いしましょう。